こんにちは。今回は三菱のアウトランダー PHEV、ブラックエディションを見てきましたので、紹介していきたいと思います。それでは行きます。Now loading. ワイパーですが、フラットワイパーで高いワイパーが装着されています。ウォッシャー液もワイパー部分から噴射されるようになっています。これが、ウォッシャー液が通るウォッシャーチューブですね。そして、ウォッシャー液は、ワイパーについている小さい穴から噴射されます。ここから噴射されます。ワイパーでアイサーはどうやらないと思ったのですが、ワイパーを持ち上げてみると、ついていました。
オペラガラスは、2列目シート後ろに配置されているサイドガラスですね。ドアハンドル部分を見てみると、なんと静電スイッチタイプではなく、物理スイッチタイプのアウターハンドルになっています。物理スイッチ部分の色味は、ボディに対してマットな外観なのため、ボディに対して浮いて見えますが、機能性や価格の安さを重視して、物理ボタンにしているんでしょうかね。ちなみに、エクストレイル T33 は静電スイッチタイプなのですが、雨の日になかなか反応してくれなくてドアが閉められず、雨に濡れることが多かったので、私としては物理スイッチが今は好きですね。ただ注意点としては、ボディカラーによってはこの物理ボタンの色味の相性は悪くなるため、配色確認は購入前によく見ておいた方が良いと思います。では、次にリアを見てみます。リアコンビネーションランプは、中央まで伸びてきていないですが、横に長く、ラインを出そうとしている様子が、ランプの点灯状態から伺えます。上から、順に見ていくと、スポイラーは小さめですが、装着されていて、端末は、サテンメッキのような加色がついていますね。そして、ハイマウントストップランプは、外付けでスポイラーについています。もうちょっと横幅大きいとリアコンビネーションランプとも相性良さそうですね。バックドアガラスには、4リンクのシールが貼られていますね。エンブレムのようにボディ貼り付けではないみたいでした。そして、リアコンビネーションランプに近づいてみます。中央に行くに従って、細長くなっていて、横ラインの強調度が増していますね。中央には、三菱エンブレムがメッキでついています。ナンバープレート部は、光で照らされるようですね。そして、ここには、PHEV のロゴがボディに貼り付けられています。反対側には、アウトランダーのロゴが入っていたので、だから、四輪駆動の SAWC のロゴをボディに貼り付けられなかったのかもしれませんね。リアロアを見てみます。車幅灯は横長で、その下にはソナーがついています。そして、ロアフィニッシャーとしてブラックマイカのスキットプレートが装着されていました。フロントロア同様にゴツゴツさがアピールポイントですね。液パイは下を覗いても、見えなかったですね。このロアフィニッシャーを目立たせたいからなのか、車両最低高さの調整のためなのかわかりませんが、続いて、ラゲッジを見ていきますね。バックドアは電動式になっているので、バックドアのスイッチを押すだけで自動で開きます。エクストレイルと比較すると、広さに関してはさほど大きな違いは見られないように見えますね。ちなみにこの車両は3列シートが格納されています。後ほど紹介しますね。バックドアの裏面を見てみると、右側にはグラブレールのような形状の取っ手がついていて、反対側には、自動開閉用のスイッチが配置されています。日産とアライアンス関係にあるからなのか、エクストレイルのスイッチと全く同じですね。しかし、なぜか綺麗に組み込まれていなく、左側にでかい隙間がありました。エレクトリックテールゲートイージークローザーと呼ばれるようで、この機能を組み込むことで、バックドアを支える支柱が大きくなりますね。これによって、マニュアル開閉タイプのバックドアに比べて、車両重量 UP します。バックドアへの配線は、やはり上級グレードになると多いですね。リアカメラをバックドア側に装着させたい場合は、このグロメットと呼ばれる黒い保護部品を一度取り外したりする必要も出てきそうですね。では、ラゲッジスペースを見ていきたいと思います。トのカバーを展開した際に、カバーを引っ掛けるための形状が内張りについていますね。そして、3列シート用のシートベルトがありますね。シートベルトを下の方から引き上げていますが、このよって、内張り形状がやや複雑になっていて、ところどころ、深いくぼみが見られました。最初見た時には、収納スペースなのかなと思って見ていましたが、ちょっと収納と呼ぶには、歪な形状ですね。大人の手がギリギリ差し込める程度のスペースです。また、内張りの表面も均一ではなく、この部分がツルツルに見えますね。デザイン的には良いとは思えないですが、実際オーナーになればこのようなところに座ることもないですし、あまり気にするようなところではないかもしれないですが、これまで色々な車種を見てきた中で、一番歪だと感じたので紹介しました。そして、カップホルダーもあり、四角い形状をしているので、子供たちが大好きなピルクルも置けそうですね。ただ、たまに四角い形状していても、ピルクル置けない車もあったので、この車はどうなんでしょうかね。まだ、カップホルダー周りは表面がのっぺりしていて、少しコストカットした作りに見えました。表面も周りの内張り表面に対して、ツルツルした表面で、段差感がありました。そして、
左側をもう少し見ると、左側にバルブ式のライトがラゲッジサイドに装備されています。では、右側のラゲッジスペースも見ていきます。左側と全く同じ構造にはなっていなくて、AC 電源ソケットがついていました。ただし、電力が高いためか、運転席にある専用のスイッチを押さないと作動しないため、少し使いづらいですね。どういった時に使うか次第ですが、私はよく大容量ポータブルバッテリーに充電するために使用していました。けど、やっぱり、充電として使用するなら、12V の電源ソケットで、イグニッションオンに連動して充電できる方が便利でしたね。通常の 100V 電源ソケットは、イグニッションスイッチのオンに連動して作動しないんですよね。アイドリングしながら、使うわけにもいかないし、メーカーは、積極的にこのコンセントをラゲッジに採用している傾向がありますが、正直、実用的ではないように感じています。右側にはバルブ式照明はなく、あとは、左右どちらもありますが、コンビニフックとシートリクライニングを倒すレバーがついています。この後、レバーを操作してみますが、その前に見ておきたいところがありまして、内張りの表面を見てみると、上と下で少し模様が違います。また、トのカバーのガイド部分には、別部品でツルツルな表面の部品がついていますね。トのカバーのところは滑りやすくしないといけないので、表面がツルツルなのかもしれませんが、上側は全てツルツルではなく、浅く模様が入っていますね。上の方が綺麗に見えますが、物の出し入れをすることを考えると、下側は深めな脂肪を使う必要があるのかもしれません。機能性は十分あると思いますが、やはりこの車無理に3列シートにせずに、もっとスッキリした作りにした方がいいなと思いましたね。エクストレイルの3列シートもそんなに売れていなかったし。では、これからレバーの操作をしていきますね。このレバーを引くと、リアシートを自動的に前に倒すことができます。非常に便利な機能で、IKEA やニトリなどで購入した大型家具を積載する際に、わざわざリア席まで行ってシートを倒す必要がなくなります。シート全体を倒してみるとこんな感じになりますね。おおよそ2000ミリあるかどうかくらいの長さかと思います。この機能が欲しいと感じている人は、今のうちにこの車両を購入した方がいいですね。実は最近このシートレバーなくなる傾向があるからですね。続いて、ラゲッジ中央にある格納式3列シートを見ていきます。取っ手は、手前についていて、手のひらを返して、持ち上げる構造になっていますね。これ実際に展開してみて、あまりのサイズの大きさに驚きました。各々のベルトがナンバリングされていて、いまいちの操作をしたため、次に2のレバーを引いてリクライニングを上げてみます。そして、格納された状態のヘッドレストを持ち上げれば、座ることができるようになりますね。ただ、ヘッドレストは、ご覧の通り、非常に大きいため、3列シートに人が座っているときは、後方の視界が悪くなりそうですね。ちなみに、ベルト2と3と4は、3列シートを格納するときに使うみたいですね。シート裏に3列シートの格納と展開方法が記載されていましたので、参考にしてみてください。ヘッドレストは、サイドにレバーがついていて、このレバーを前に倒すことで格納することができます。はじめ、このレバーに気づかず、困りました。ヘッドレストを格納した後は、2のベルトを引っ張って、シートリクライニングを倒します。3を引っ張ってしまうと、こんな感じになってしまうので、要注意です。この3列シートは、構造が複雑なだけでなく、重量もあるため、燃費への影響も大きいと思います。このベルト2を持ち上げると、シートを倒せるようです。ここまでしてから、ベルト3を操作するとロックが解除されるので、ベルト4で引っ張り、格納していきます。女性の力でも操作することは可能かと思いますが、結構、力が必要でした。機構が複雑な分、故障リスクも抱えることになるため、よほど PHEV が良いということでなければ、ワゴン車の方が良い気もします。そして、最後に、ラゲッジの積載物をネットで押さえるためのフックもついていました。全部で4箇所にフックが設定されていました。アウトランダーのラゲッジは、ご覧いただいた通り、たくさんの機能が詰まっているので、ぜひ皆さん、一度試乗車で実際に触れてみてほしいですね。それでは、内装を見ていきます。フロントドアの全体の外観はこのようになっていて、このグレードでは、黒を基調としていますね。上から順に見ていくと、ドアロック機構もドア上部についていて、合皮が巻かれていますね。インナーハンドル周辺になると、合皮はなくなり、内張りに変わっていて、ドアにはツイーターがついていないです。そして、インナーハンドル周りにはピアノブラックのフィニッシャーが付き、同じ黒でも良いアクセントになっています。そして、
パワーウィンドウスイッチは、エクストレイルに似た形状で、カーボン調のフィニッシャーが装備されています。また、ウィンドウスイッチはサテンメッキのような見た目のスイッチになっていました。アームレスト周りでは、合皮がキルケング加工されていて、立体感のあるデザインになっていました。アームレストは、しっかりパッドが入っていて、ふかふかしています。高級感の感じられるアームレストですね。プルハンドルもつかみやすくなっていて、特に気になるところはありませんでした。エクストレイルと比較をすると、アームレストの合皮の巻き方に差があり、エクストレイルはパワーウィンドウスイッチ周りもドアアームレストの合皮で豪快に巻き付けていましたが、アウトランダーは、ドアアームレストとプルハンドル周りだけに合皮の設定を止めていました。そして、ドアロアを見てみると、収納用のドアポケットは大きく、ペットボトルや缶が余裕を持って収納できるスペースが確保されていました。そして、ドアスピーカーはオーナメントなしですが、どうやら坊主製スピーカーのようです。スピーカー関連部品の配置位置はこちらを参考にしてください。続いて、フロントシートを見ていきたいと思います。このシートはブラックエディション専用のセミアニリンレザーシートです。表面に保護コーティングがなされているようで、実際に触ってみると、スベスベしています。塩ビで作られる合皮だと、少しペタペタしたような感じがしますが、このセミアニリンシートには、そのようなペタペタ感はないですね。シート中央には、ドアの合皮にも施されていたキルケング加工がなされていて、またパーフォレーション加工もされているので、小さい穴がたくさん見えますね。ただ諸原料を見る限りでは、ベンチレーションシートの記載は見つかりませんでした。PHEV の車両を見るのは初めてですが、フロアの形状が盛り上がっていて斬新でした。運転席のパワーシートは、前後スライド、ハイト、リクライニング、ランバーサポートがついています。そして、リフレッシュ機能と呼ばれる機能もついていて、こちらのボタンを押すと、断続的に腰部を刺激するようです。感覚的にはランバーサポートが断続的に動くみたいな感じですね。ナビ画面上で強さや速さも調整できるようです。シートベルト周りを見てみると、カーテンエアバッグのロゴがついているので、カーテンバッグがありますね。そして、シートベルトは上下可動タイプです。すべてブラックで、色味が統一されています。ついでにシートの下回りも見てみると、シートレール後端部にはパッドのようなものがついてるように見えますが、全体保護するカバーではないことがわかります。また先ほどラゲッジでも取り上げましたが、ここでも内張りの表面が上下で異なっていますね。上側がツルツル、下側がゴツゴツしていることがわかります。近づかないと全然違いはわからないレベルですね。実際に、シートベルトを上下に移動させてみます。持ち上げるときは少し力がいりますね。全席全体をこのような外観になっていました。運転席側から詳細を見ていきます。まず、ステアリングから見ていきます。右側には運転支援系のスイッチが主に配置されています。アイコンはエクストレイルとほとんど同じですね。またステアリングの本側は、ディンプル加工がされていて、滑りにくくなっていますね。ステアリング下は塞がっていませんでした。左側はナビ操作のためのボタンが多いですが、OK ボタンは光るんですかね。エクストレイルは OK の文字だけが光らなかったので気になります。そして、本側がしっかり上部まで巻かれているため、見た目が良いですね。そして、ステアリング裏側を見てみると、パドルシフトがついていて、コンビスイッチはエクストレイルとほとんど同じものがついています。機能面では、エクストレイルの上位互換な感じがしました。もちろん、価格はそれなりに高いですけれどもね。そして、中央のメーターは、フル液晶のマルチインフォメーションディスプレイです。ディスプレイの UI、これもエクストレイルで見かけたことがあるような見た目ですね。チルトテレスコピックはマニュアルタイプでした。このレバーを下に倒すことによって、ステアリングの位置を調整することができます。調整し終えたらあれば、レバーを位置に戻しましょう。そして、運転席側のスイッチ群を見てみると、いくつか見たことのないスイッチが配置されていました。左側から順に見ていくと、まず、バックドアを自動で開けるためのスイッチがありますね。次に、ラゲッジサイドにあった、AC 電源のオンオフスイッチですね。これはイグニッションのオンオフに連動しないので、必ず毎回手動で操作する必要があります。そして、給油リットのロックを解除するためのスイッチですね。こちらはマルチネーションディスプレイの明るさを調整するレバースイッチです。続いて、下の段に移って、こちらのスイッチは、充電コネクターロック解除スイッチです。いたずら防止のために、充電コネクターにロックをかけることができるようですが、そのロックを解除するためのスイッチのようです。そして、このスイッチは、今すぐ充電スイッチと呼ばれ、
タイマー充電を設定してる時に、そのタイマーをキャンセルしてすぐに充電するためのスイッチです。自宅以外で急速充電をする際に、使用するシーンがあるかもしれません。そして、最後のスイッチは、ヘッドアップディスプレイのオンオフスイッチです。ということは、この車両には、ヘッドアップディスプレイが装着されているということですね。では、インパネ上面を見ていきます。A ピラーは天井と同じ色のブラックになっていました。表面が反天井にデコボコしていて、天井と同じような模様になっています。そして、ここにツイーターがついてます。坊主のオーナメントもついていますね。高音域の音がここから発音されるわけですね。そして、インパネ上面にはスコーカーもついていました。あまり段差がなくて、すっきりした外観ですね。そして、運転席中央にはヘッドアップディスプレイがありました。警察は走行速度にうるさいので、速度管理する上では重宝しますね。そして、助手席側まで見てみると、デコボコが少なくて、本当にすっきりしています。素敵です。助手席側からも見てみると、助手席前には合皮の可食パーツがついていて、上質さを演出しつつ、その下にあるベンチレーターをピアノブラックとそうすることで、良いアクセントをつけていますね。ベンチレーター周りをサテンメッキで輪郭を出して、内装もゴツゴツしたような SUV らしい力強い見た目に仕上げています。このベンチレーターの操作などもですが、人の手が触れるところには、ディンプル加工が施されていて、滑りづらくなっているので、非常にオーナーフレンドリーなこだわりのある車両であることが伺えました。ちなみに、このブラックエディション仕様では、ステッチもブラックになっているそうですが、カメラ越しに見てみると、明るめのブラックって感じの色味ですね。そして、中央には9インチのスマートフォン連携ナビゲーションがあります。先ほど紹介し損ねたシートのリフレッシュ機能の設定画面は、このようになっていました。リフレッシュ機能は、どうやら運転席だけでなく助手席にも装備されていて、5段階で強さと速さを調整できるみたいです。マッサージ機能のように見えますが、リフレッシュ機能です。シートが動いているなーって感じでした。念のため、助手席側も見てみると、パワーシートの機能は運転席と同じでした。もちろん、リフレッシュ機能のスイッチもあります。続いて、グローブボックスを見ていきます。これは、見た目に反して小さいパターンですね。エクストレイルと同じです。おそらくここにヒューズブロックがあるせいですね。車検証がすっぽりと入る縦横寸法で、実際にエクストレイルを使っていても、小さいとは感じないちょうど良いサイズ感です。小さく見えてしまっているだけで、実用性は問題なし。そして、コンソール周りを助手席側から見てみると、指が入るぐらいの小さな収納スペースがありました。ポケットティッシュくらいだったら、入るかもしれませんが、ドア開けた時にコンソール周りがかっこ悪くなってしまうので、非常に扱いにくい収納スペースです。せめて、コンソールの色に合わせて、ブラックカバーができたらなぁ。シートベルトは、根元が柔らかいタイプでした。では、改めて、インパネ中央とコンソールを見ていきますね。9インチのナビゲーションのすぐ下には、ベンチレーションとハザードランプのスイッチが配置されていて、深みのあるブラックでかっこいいです。そして、エアコンの操作スイッチは、エクストレイル似てるなぁ。このタイプのエアコンスイッチ、気に入ってて、もっといろんな車に使われてほしいです。そして、一番感動したのが、このコンソール全端スペースです。見てくださいなんとここに HDMI の端子が配置されていたんですよ。最新のエクストレイルでもやっと HDMI 端子が設定されたのですが、コンソールの下に HDMI 端子が取り付けられていて、アウトランダー PHV みたいに、コンソールの上部に HDMI 端子は装備されていないんですね。HDMI ケーブルの配線を考えると、コンソール下にあった方がスッキリしますが、こんな感じで、目立つところに配置されていると、商品力にもつながりそうで好印象でした。車内で例えばゲームをすることを考えると、AC 電源スイッチも近くに欲しいですね。ちなみに、HDMI 端子は、ナビゲーション画面でソースを開くと、この HDMI アイコンが表示されていました。特に映像はないですが、クリックしてみると、こんな感じ。そして、C 端子と USB 端子もあり、縁が LED で光るようになっていました。電源ソケットもついていますし、この場所はワイヤレス充電器にもなっています。将来、もしエクストレイルに似た PHEV の SUV が日産から発売するなら、アウトランダー PHEV とほとんど同じになりそうな予感。そして、シフトノブですが、さすがにこれはエクストレイルと形状が異なっていました。プラスチッキーな感じはあまり感じられず、どっしりとした存在感のあるシフトでした。
こちらの左側のボタンは、イノベーティブペダルオペレーションモードにするスイッチで、アクセルペダルを離すと、回生ブレーキの効きが大きくなり、強めの減速度で減速できるようです。右側のボタンは EV モードのスイッチです。このスイッチを押して、EV モードにすると、なるべくエンジンを作動させずに、電気の仕方で静かに走行できるようになるようです。そして、もちろん、電動パーキングブレーキとブレーキオートホールドはついています。こちらのダイヤルで運転モードが選べるようです。また、左側はピアノブラックではなくて、組子のような絵のフィニッシャーがついていますね。実際に、よく使うのは、エコモードと POWER モードですかね。パワーモードにすると、加速感のある走行モードになるので、高速道路の合流地点では、結構オズ。そして、その後ろにはカップホルダーが2つ横並びについています。カップホルダーには指示するための突起がついていますね。エクストレイル T33 にも、最近ひっそりこの突起がカップホルダーに設定されていました。これからこのタイプのカップホルダーが多くなっていくのだと思います。私の所有しているエクストレイルでは、この突起はカップホルダーについてないんですけれども、飲み終わった空き缶を置くと、ガタガタ動いてうるさいことがあったので、こんな感じで突起がついてくれると実用的ですね。そして、コンソールの収納も見ていきます。車幅が大きいのでコンソールリッドの横幅も大きいですね。収納は奥行きがあります。中にトレイなどは何も入っていなかったです。ここに充電ケーブルだったり、HDMI ケーブルを収納することになると思うので、ケーブル類を収納しやすくなるグッズが欲しいですね。マップランプ周りを見てみると、この車両はサンルーフが装着されていたので、サンルーフを開閉するためのボタンが配置されていました。そして、マップランプは、これもエクストレイルと同じような見た目ですね。そして、オーバーヘッドコンソールも装備されていました。基本的には天井のブラックに合わせた配色になっています。そして、ルームミラーですが、自動防減ルームミラーになっていました。後方を見るためにモニターにも切り替えられるのかと思ったんですが、できませんでした。3列目に人が座っていると、視界が非常に悪いですね。念のためルームミラーの後ろ側からも見てみましたが、モニターに切り替えるためのレバーなどは特についていませんでした。続いて、サンバイザーですが、サンバイザーもブラック色でした。サンバイザーを展開させてみても、照明は全部ブラック。しかも照明は天井についてました。バニティミラーの蓋を展開すると、照明も光ります。さすが、ブラックエディション。サンルーフはこのような見た目になっていました。窓を半分まで開きます。電動で開閉することができるようになっていました。サンルーフがあると圧迫感がなくなって、室内が開放的になるので、実際に、車両に乗り込んでみても、窮屈な感じはしませんでした。このようにガラスを閉めるとわかりますが、中央には支柱があります。またサンシェードもついていて、サンシェードも電動で開閉させることができます。もちろん、サンシェードもブラックでした。サンシェードがすべて閉じ切るとこのような見た目です。続いて、後ろの視界を見ていきます。運転席から見た時に、重要となるオペラガラスの視界ですが、ただ窓があるだけでなくて、しっかりと後方が見えるぐらいの開口になっていますね。オペラガラスに近づいて見てみると、上の方は熱線のような線が張り巡っています。そういえば、テレビのアンテナ、オペラガラスについていることが多いけどどこにあるんだろうな。続いて、リアドアを見てみます。フロントドアに比べて下側が少しスリムになっていますね。そして、すべてブラックで構成されています。上から順に見ていくと、リアドアには、サンシェードがついていて、中央に小さいノブがついているんですが、このように持ち上げると、サンシェードを展開させることができます。基本的にはずっと展開された状態でも良いと思いますが、常に力がかかり続けることになり、経年劣化で巻き取り不良を起こす可能性もあるため、使わないときは閉まっておくことをお勧めします。そして、ドアのロックノブはリアドアでは前についています。その他の装飾に関して言うと、フロントドアとあまり大きな差はありませんでした。インナーハンドル周りの加色も同じですし、アームレスト周りの合皮のデザインや素材の質感も同じですね。先ほどのサンシェードのノブですが、格納すると、合皮がこんな感じで凹むんですね。そして、先ほどは気づきませんでしたが、ステッチの色は、白とブラックがあるんですね。このキルティングの模様があるところはブラックのステッチがついていました。アームレスト周りでは、白いステッチがついていますね。そして、カーボン柄のフィニッシャーはリアドアにもついています。横側からドームレスト周りを見てみると、取ってつけたような感じはしましたが、十分かっこいいです。
この継ぎ目のラインもしっかり一線に見えるように作られていました。細部までこだわりのある作りになっていますね。そして、ドアポケットとスピーカーですが、リアロアのくびれてスリムになっているため、スピーカーが少し追いやられて、少し上に配置されていますね。ドアポケットは、鉱石はペットボトル1本分はしっかり入りそうですね。では、室内を見ていきます。シート下の足回りを見てみると、室内側の足場が沈んでいて、座った時に足を伸ばしやすくなっています。電気自動車だとバッテリーを積載している都合で、こんな感じにならないので、PHEV はいいですね。ちなみに、PHEV だと下回りはこんな感じになっているようです。このベルトは、フルフラットにするために、リアシートのリクライニングを倒すためのベルトです。後ほど、このベルト操作してみますね。そして、リアシートを見ていきます。リアシートにはシートレールがついていたので、前後に移動させることができるようになっています。シート上部のレバーを引いてみると、このようにリクライニングを倒すことができるのですが、完全にはリクライニングが倒れません。これは、あくまでも背もたれの角度調整用のレバーだからみたいですね。ちなみに3列シートがない場合だと、このレバーで完全にリクライニングを倒すことができます。では、これから3列シートの場合に、リクライニングを完全に倒す方法をご紹介します。先ほど紹介したベルトがシートの下にあるので、手前に引っ張ってみると、ロック解除されてシートを前に倒せるようになりました。ご覧の通り、これでフルフラットになりましたね。この状態でも前後スライドさせることができるので、本棚などの大きな荷物を積載する際に、活用できます。車中泊するときは、毛布などをくぼみに入れ込んでみると寝やすいです。シートの中央の肘掛けは、下側にあるベルトを引っ張ると倒すことができます。ただ少々硬いので、こんな感じで、カメラを持ちながらで操作するのは難しかったです。断念して両手で操作して倒してみます。無事倒すことができました。3列シートへのアクセス性も向上しますね。ドリンクホルダーを2つついています。元に戻す際は、特に、ベルトの操作は必要なく、ただ後ろに倒すだけで元に戻ります。リアシート中央は、スベスベしていました。座り心地はすごく良かったですよ。そして、実際に、座ってみて、新たな発見がありましたが、フロントシートの裏面には、収納ポケットがついていました。運転席からのアクセスも良いと思うので、様々な使い方ができそうですね。そして、コンソールの裏側も見てみると、ベンチレーターがついていました。温度調整もできるようで、下側に温度調整用のボタンとモニターがついていました。しかもシートヒーターがリア席にはついているんですね。3段階で温度調整できるようです。そして、さらに下側を見てみると、充電するための端子が2つついていて、さらに、なんと AC 電源用のコンセントも配置されていました。コンセントまであるのは素晴らしいですね。エクストレイルにもコンセントつけてほしいな。天井周りを見ていくと、照明とアシストグリップがありました。照明を読書灯のような感じで小さめですね。ボタンがついていて、押すと点灯します。アシストグリップは運転席も含めて4箇所設定されていました。3列目にはなかったですね。そして、実際に、座ってみた時の頭のスペースですが、頭上はサンルーフではないので、少し窮屈な感じがしました。そして、少し天井が飛び出ていたので、この形状が目に入って気になりました。今ちょうど私の目線に合わせて撮影しているので、実際に、座ってみるとこんな感じで、見えると思います。いかがでしたでしょうか？新型アウトランダーも発売するようなので、注目度の高い車種ですね。新型もチェックしていきますので、今後の動画もお楽しみに。それではまた。